今から夜公演、田中美久ちゃんの卒業コンサートが始まります。昼公演は通常通り HKT48 のコンサートでした。昼公演の動画はすでに投稿しています。この動画を見終わった後にぜひご覧ください。この動画はその続きです。本日は HKT48 の12年間の歴史の中で初めてである、すでに卒業したメンバーの卒業コンサートが行われます。卒業したメンバーは公式プロフィールから外されるのですが、特別に公式プロフィールに戻ってきています。また皆さん気づいていると思いますが、本日は3月9日、ミクの日です。この日を選んでみくりんが卒業コンサートをしたいと言ったみたいで、それが実現したようです。運のいいことに本日は土曜日、休日である上に明日が日曜日なので、日帰りができないファンの人も来ることができる最高のタイミングで卒業コンサートを行うことができます。すでにみくりんは卒業していますので、リハーサルなどのスケジュールが非常に組みにくかったと思います。そのためメンバーのスケジュールがいつもと異なっており、朝早くリハーサルがあったメンバーもいれば、夜遅かったメンバーもいるらしいです。リハーサルのスケジュール調整がいつもよりも難しい状況の中で、どれだけ完成度の高い卒業コンサートを見せてくれるのかも一つの注目ポイントです。卒業コンサートといえば卒業メンバーが来るかどうかです。候補として上がるのはなこちゃん、さっしーなどが上がります。他にもめるちゃんとかみおちゃん、はるっぴなども出演する可能性はゼロではありませんが、卒業メンバーの誰がゲスト出演するのか、それも楽しみです。昼公演の時と比較するとファンの人は並んでいますね。昼公演までは歩道まで待機列は並んでいなかったんですけど、卒業コンサートはこの歩道まで列ができています。それでは時間ですので HKT48 田中美久卒業コンサートに行ってきます。田中美久ちゃんの卒業コンサートが終了しました。これまでの卒業公演と同じく涙と感動に溢れたコンサートでした。しかしそれだけではなく、すでに卒業した後で卒業コンサートを行った経緯もあり、エンタメ要素も多く入っていて楽しいコンサートでもありました。また卒業メンバーのゲスト出演もありました。セットリストをもとに卒業コンサートの感想を話していこうと思います。まず影アナウンスは田中美久ちゃんが担当しました。卒業コンサートなのでこれは当たり前です。オープニングの第1曲目は医師からスタートしました。出演メンバーは最新シングルのバケツをかぶれの選抜メンバーでした。この曲は元 HKT48 の指原莉乃さんから田中美久ちゃん、そして松岡花ちゃんに HKT48 の旗を受け渡し、これから先の HKT48 を託すメッセージが込められています。この曲をオープニングに持ってきたことで、指原莉乃さんから受け継いだ意思を後輩に受け継ぐその意図を感じました。またこの後も指原さんと縁のある曲が多く、偉大な先輩へのリスペクトを感じました。2曲目は HKT48 の代表曲の一つである大人列車。3曲目はみくりん自身が初めて HKT48 のシングル選抜に入った曲である桜みんなで食べた。4曲目は君はもっとできるでした。ここで簡単に MC が入り、次はユニットパートに入りました。MC ではみくりんのエピソードについて話をしていました。ユニットパート1曲目が今が一番です。この楽曲は研究生メンバーと共に披露しました。6期生が次々と昇格していく中で、昇格が遅れている研究生です。そんな研究生に対しみくちゃんは歌詞そのもの、そして勝負はこれからだと言っている気がしました。次の夢は逃げないはその他6期生も一緒に披露しました。みくりんが6期生に未来の HKT48 をよろしくねとメッセージを送り、頑張れとエールを送っていました。これからの HKT48 を担う6期生にとって心に響くエールだったと思います。初恋よこんにちはは HKT48 の旗を引き継ぐであろう竹本くるみちゃんと石橋いぶきちゃんと共に披露しました。ジバルデイズは5期生と、コンフェッションは4期生と、ドントルックバックは2期生、そしてドラフト2期生、ドラフト3期生と共に披露しました。スキャンダラスに移行は親友である坂本エレナちゃんと共に出演しました。トロッコに乗った時にハートを作る演出をする予定だったみたいなんですけど、トロッコが先に移動してしまってハートを作ることはできませんでした。
Give Me 5は同期の3期生全員とバンドを披露しました。次はモンモンメモリアルルーレットと題して思い出の楽曲を振り返るパートに入りました。その第1曲目はスターラブレーションです。この楽曲はミクちゃんが3期生のオーディションの時に歌った曲です。ハート型ウイルスは選抜総選挙で10位にランクインし、 AKB48 グループ感謝祭ランクインコンサートで披露しました。カフカとでんでんむちは生野里奈ちゃん、伊沢美優ちゃん、今村まりあちゃん、渋井美奈ちゃん、福井カレンちゃんの可愛い子供メンバーと共に出演しました。そしてなぜかは分かりませんが、市村愛理ちゃんがその中に入っていました。11月のアンクレットはチーム H メンバー、そして研究生と共に披露しました。この曲は初めて AKB48 のシングル選抜に選ばれた曲です。私がおばさんになってもはソロで歌い、サステナブルはチーム K4 のメンバーと研究生で披露しました。ボディー&ソウルは松岡花ちゃん、森崎さやちゃん、ヤンセリアちゃんと共に歌いました。この曲は10年前の AKB48 グループハルコン in 埼玉スーパーアリーナ思い出は全部ここに捨てていけ HKT48 単独公演で1期生メンバーと共に披露した曲です。好き好き好きではみくりんの16連コールがありました。ファンの方のコールが事前に練習していたと思えるほど完璧に揃っていました。会場の一体感を感じました。あとちなみにではありますが、この曲にみくりんは出遅れていました。これに関しては正直僕もハプニングだったのか、それとも演出だったのかは分かりません。ただこれがもしもハプニングであれば、それを演出であるかのようにフォローした秋吉さんの演技力はすごいなと思いました。センチメンタルトレインは選抜総選挙で10位になった曲の選抜曲です。以上でみくりんの思い出の楽曲を振り返るパートは終了しました。この曲を聴いた時に気づいたんですけど、みくりんは2013年から2023年までアイドル活動をしていますが、そのちょうど半分が2018年です。前半の2013年から2018年までの5年間はかなり濃密な時間であったように感じたんですけど、しかし残りの5年間はあっさりと終わったような感じがしました。おそらくコロナで活動できなかった期間があったからではないかと思います。コロナによって活動できない期間がもしもなければ、今の HKT48 の状況はだいぶ違ったかもしれないことも個人的には考えました。そしてここからは生意気リップスが披露されました。卒業メンバーであり相棒でもある矢吹奈子ちゃんがゲスト出演しました。奈子ちゃんは昼頃に東京でテレビに出ていたので間に合うかなと思ったんですけど、無事に間に合うことができて、このユニットに出演することができました。直接見たのは約1年ぶりなんですけど、現役の頃と変わらずにアイドルらしさが残っていました。ロマンティック病は卒業メンバーである田島めるちゃん、友高美桜ちゃんが出演し、現役メンバーである松岡花ちゃんも加わり、奈子ちゃんも出演して初めてオリメン全員で出演しました。しかもハーフではなくフルで披露したのは初めてです。全盛期の頃のフロントメンバーが全員揃いました。その次の12秒は児玉遥ちゃんが出演しました。その後はみくりんははけて卒業メンバーだけの MC になりました。ベテランメンバーが自由気ままに MC を盛り上げました。その後はみくりんの準備ができて、私だってアイドルなんかじゃなかったらを披露しました。君とどこかへ行きたいは2回目の HKT48 のシングルのセンター曲です。その後はシェカラシカ、そして早送りカレンダーは初めてシングルでセンターになった曲です。なこちゃんをステージ裏から引っ張り出してダブルセンターで披露しました。最後は最高歌謡現役メンバーと卒業メンバー全員が歌いました。ここからはアンコールに入り、卒業パートの時間です。いつも通り奇跡の VTR が流れて、本格的に卒業コンサートの雰囲気が出てきました。まず最初の曲は、卒業ドレスを着て、私のふるさとを歌いました。選抜総選挙の選挙公約で実現した曲です。地元熊本でミュージックビデオ撮影をしました。またこの曲は、みくりん自身が作詞し、故郷である熊本への感謝の気持ちを綴った楽曲であり、みくりにとって大切な曲です。我々ファンにとっても大事な曲のうちの一つで、最後に聴けてよかったです。その後はメンバーや家族、ファンの方に感謝の気持ちを述べていました。メンバーに対しては天然な私をたくさん支えてくれたり、不安や緊張がいっぱいあった時もそばにいてくれたり、メンバーのみんなの存在が私にとってはすごく大きな存在で支えでした。情けない私を MC でよくいじってくれたりだとか、本当に大丈夫かなって心配させることが本当に多かったんですけど、約10年間活動してきてどんどん卒業していく先輩方の背中を見て、自分ももっとしっかりしなきゃいけないなと思ったり、後輩がどんどん成長する姿を見て、私はもう大丈夫だな、HKT48 はもう大丈夫だなって思えたりだとか、みんなの成長を見るのもすごく嬉しかったですと話をしていました。家族には家族のおかげで辛いことがあってもお家に帰ったら慰めてくれたり、ちっちゃい頃から東京を行き来したりしてお母さんたちに
寂しい思いをさせてしまったり、私も寂しかったりしたけど、私の活躍が家族にとっては支えだよと言ってくれるその言葉で、もっともっと頑張ろうって思いましたと言っていました。最後にファンの方には本当に10年間ありがとうございます。伸び悩んでいた時期は握手会でたくさんの方が例に並んでくれて頑張ってくださったおかげで、自分の立ち位置も前に行けるようになったり、それでもダメだった時は次は総選挙で頑張ろうと言ってくれて、45位、28位、10位と順位を上げていってたことも本当に嬉しかったです。ファンの皆さんの応援のおかげで私は今ここに立てているし、ファンの皆さんの応援がなかったらもっと前に卒業していたと思います。そこを踏ん張れたのは本当にファンの皆さんの存在が大きいです。卒業してからはいろんなことに挑戦させていただく機会も多くなって不安だなって気持ちはすごくあるんですけど、卒業してからもついてきてくださるファンの皆さんのおかげで頑張ろうって思います。卒業してからもみんなのことを忘れないし、この HKT48 で過ごした時間はおばあちゃんになってもお墓に入るまで持っていきます。このように話をしていました。その後は夢の川を3期生と共に歌いました。同期の絆の強さを強く感じました。その後は現役メンバーからのメッセージがみくりんに送られました。松岡花ちゃんはみくりんとの思い出を振り返り、竹本くるみちゃんはオーディションで自分の存在を見つけてもらったこと、坂本エレナちゃんはしんどい時もミクがいたから頑張れたと3人とも涙ながら感謝を伝えました。その後、指原莉乃さんからのお手紙がありました。私が卒業して、桜も中も卒業して、たくさんのメンバーとのお別れがあり、きっと不安で仕方がなかったと思います。だけど、しっかり HKT を守ってくれてありがとう。ミクのおかげで大好きな HKT が大好きな形のまま存在してくれたって思っているよ。もちろんミクだけじゃなくて、みんなもね、この場をお借りして、いつも頑張ってて偉いよってミクとみんなを褒めたいです。あんなに小さかったミクが立派な大人になり、芸能の広い海に今一人で飛び立とうとしています。私はその広い海のどこかからミクのことをしっかりと見守っていますとメッセージが送られていました。このメッセージの後になんと指原莉乃さん本人が花束を持って登場しました。なんとなく出ない雰囲気を出していたので出ないのかなと個人的には予想はしていたんですけど、その予想に反して出てきてくれて、客席からこのコンサートで一番の大きな歓喜が聞こえました。そしてその後指原莉乃さんが直接みくりんにメッセージを送り、きっと素敵な大人になると思っています。いつかみくりんが俳優さんとしてたくさん番組で共演できたら嬉しいなって思いますとメッセージを送っていました。みくりん本人はサッシーの出演とその手紙の内容に今まで我慢していた涙を流しました。その後は10年桜を出演メンバー全員で歌いました。最後は医師の旗を手放し、ファンの寄せ書きが書かれた旗を持ってステージを後にしました。ダブルアンコール後はロマンティック病を出演メンバー全員と歌い、卒業コンサートは終了しました。会場にいたファンの一体感と熱気からメンバーだけではなくファンからも愛されていたことを改めて実感しました。またゲスト出演してくれた卒業メンバーは全盛期のフロントメンバー全員が揃い非常に豪華でした。みくりにとってアイドルとして表舞台に出るのはこれが最後となります。しかし本人やメンバーそしてファンの方にとってお披露目から卒業までの全てが素敵な思い出です。これからは芸能界でタレントとして活動していくことになると思いますが、これから先もタレント田中美久の活躍を一人のファンとして期待しています。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録と高評価、コメントも残してくれると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。